先ほども、今野の方からですね、私はネットでできているというワークショップをご紹介したときに、マン・イン・ザ・ミドル、つまりハッカーのサイバー攻撃の手法について、ご紹介しました。こういうように、私たちの情報、本当に透明性というものは担保されているのか、すごく便利で、無意識的に使ってしまうツールこそ、疑ってかからなければならないのではないかということを実際に、今、私たちの分かる範囲で、どんな情報が私たちから取られているのか、もしくは私たちの情報どう漏れているのかっていうようなことをずっと、実際にご自身の技術で研究しつつそれを一般に公開してきたアーティストというのが、ザ・クリティカル・エンジニアリングワーキンググループというアーティストなんですが、このアーティストがですね、私たちがこの鎖国ウォールドガーデンプロジェクトを作るにあたって非常に、影響を与えたアーティストということもあって、今回各作品をお招きして展示させていただいております。早速なのでご本人たちがですね、そこにいますので、移動してぜひお話を聞きたいですが、はい、こちらで展示されているのが、ザ・クリティカル・エンジニアワーキンググループによるアンインテンデッド・エミッションズという作品になります。はい、で、お二人ご紹介させていただきますね。はい、ザ・クリティカル・エンジニアリングワーキンググループのラーニャ・バシリエフさんです。はい、ラーニャさん、そしてもう一人、ベント・ショーレンさんです。はい、ありがとうございます。そしたらですね、せっかくなので、お二人の方から、今回の展示作品ですね、アンインテンデッド・エミッションズについてどのような作品なのか、ちょっとご紹介いただいていますか。Hello, and thank you for having us here. It was a long way to get here, but so far it's been very interesting. お招きいただきありがとうございます。ちょっとここまで来る道のりは長かったんですけれども、ここに来れて嬉しく思います。Our work on emissions, it covers multiple subjects and topics that are often discussed in the context of the internet, surveillance, and privacy, I suppose. ですね、私たちの作品というのは複数のトピックを扱っているんですけれども、よくインターネットだったり監視っていう、あとプライバシーについての文脈で議論されるトピックについて複数扱っています。Which, in the context of Shikoku, the walled garden project, I think brings a particular angle at looking at computer networks and internet, and especially when it concerns wireless networks and how wireless communication can often possess hidden features or functionality that users might not suspect. ですね、その鎖国プロジェクトの中でも扱われているように、そのコンピューターのネットワークっていうのがその複数のコミュニケーションをやって実施している中で、その中でも複数のコミュニケーションの中でもその隠れていて本人が使っている本人が気づかない機能だったりということを注目することを、この作品の中では紹介しています。So in the kind of works that we do and show, it is important for us to do it for real, to show things live in an exhibition setting. ですね、この作品というのはそのライブで実際にここで起こっていることというものに基づいて見せているものです。And one thing that this work shows is how your phones and devices leak information about where you have been without your knowledge. ですね、この作品は皆さんお持ちのスマートフォンだったり、機械っていうものが、これまでにどこに行ったかっていう痕跡を知らない間に、見せているっていうことを、が可視化されているものになります。Whenever you have connected to a wireless network, the name of the wireless network is remembered by the device, and it will always ask for that network again in search for a better connection. Always try to get a better connection. 皆さんがお持ちのスマートフォンっていうのは、実
Wi-Fi に接続するとその名前を覚えていて、でまたさらにより良いそのコネクション接続を求めて探し続けているっていう状況に皆さんのスマートフォンはなっています。And this is broadcast so that everyone that has a receiver can listen to. And what we do is that we pick up these signals and we look up those networks on a map or from a database so that we can plot them on the map in the back. ですね、この作品はそういったその皆さんの Wi-Fi だったりの、履歴っていうものを、探し当てて出し、見つけて、でその信号っていうものをもとに、上でその、マッピングのように、マッピングで見せているっていうふうになります。So the network you see on the names that you see on the map are networks that people in this building has devices who has connected to. It could be a cafe you go to, a workplace, your home network, or something. なので皆さんがこれまでに喫茶店に行ったりだとか、あと仕事に行ったりでお家で接続したその、接続の履歴っていうものが、見せられている状態になります。And this is an example of how engineering trying to solve a practical problem of getting better connection so that your phone or device can always connect to the better network that is present without bad intent. Didn't think about privacy consequences of leaking that information, but then reveals perhaps where you are or where you have been. はい、この機能はですね、Wi-Fi っていうのは常に周囲に自分が過去につないだことがある名前の Wi-Fi を探しているわけで、そういった情報を使用して、その名前を、ウェブ上に地図にマッピングしてあるサービスがあってですね、そこから引っ張ってきて、ように表示してるんですけれども、普段自分たちはあまり気にしてないけれども、そういった情報を常に携帯の方から発信している、そういった情報を、使用しているという形になっています。でその接続の履歴が残っているっていうか、その探しているっていうのはそのエンジニアリングの文脈でより良い接続を求めるようにっていうふうに機能するっていうなんでしょう、頑張りがあるんですけれどもその一方でただプライバシー、個人情報の保護だったりっていうそういったところの観点からはちょっとからの視点ではない、またエンジニアリングっていうこのを作る視点からの、見えているところだったので、そこの何でしょうね、相反する関係だったりとかも作品の垣間見ていると思います。Go up and after this, to show them the prefix to what's going on there. I guess one last thing to mention is that such, one might say, undesignated or unknown feature or functionality of wireless Wi-Fi networks is known to be used by police, for instance, for what's broadly known as citizen surveillance, and there are several criminal cases that have been investigated using the type of fingerprints, wireless fingerprints or network fingerprints that were found on the phones of either victims or perpetrators. And what it means is that without our knowledge, this type of information is potentially collected and could potentially be used in different cases, hopefully in a legal way. Nevertheless, it is something that happens behind our backs and something that we are rarely informed about. ですね、皆さん知られていないその Wi-Fi のネットワークの機能としてあるのが、その警察っていうものがその犯罪が起こった時、犯罪事件が起こった時にその携帯が、どこに接続していたのかっていうことが知れたりだとか、またそういった機能が、その法律に基づいて、機能を、社会的に果たせるっていうことが、できるのではないかと思います。そうすると今は Wi-Fi の電波でそういったことをやってるんですけれども、実際には携帯の、電波塔でも同じようなことが行えます。でそういった機能を、警察の方で、犯罪者に対してサーチす
するときに使うということができるような国もあります。そういったことも、示唆していますということですね。はい。Yeah, can we go upstairs? ではですね、せっかくですので、今この状況を可視化しているモニターが上にございます。皆さん、足元お気をつけになって、ゆっくりマーベストについて上がっていただけますでしょうか。ありがとうございます。Well, maybe just, yeah. What you can see on this first display is the rendering of positions of wireless Wi-Fi devices, like mobile phones, for instance, in the space of in front of us. でこのモニターで見せているものが、その皆さんがそのお持ちのスマートフォンだったり機械がこの部屋の中でそのある状態を見せています。And well, for us it was quite clear when the group of visitors just entered the building. Most of the devices were on the left-hand side of the map, which quite clearly indicated positions of people and their devices in space. And now we have moved more toward the middle, which has changed the way the rendering is. ですね、皆さんが今日入ってきた時は、ですね、グループでたくさんの人が入ってきたので、モニターの左寄りのところに結構ごっそり集まっていた様子が分かれたんですけど、今は皆さん中央に移動してきていただいているので、ちょっと散っているようにいろんな場所にいる状態になっています。And what you see in terms of descriptions of device, when it says cloaked device, it means that the device is actually hiding its vendor, its manufacturer. So in most cases it is probably an iPhone or an Android device, because since a few years there is a trend, which is a positive thing, the trend to hide manufacturer of the device, so it is less, so it's a little bit more complicated to identify a device in space. ですね、まずこの見ていただくと一番たくさんよくあるのがそのクロックドデバイスっていうのがあることが見えると思うんですけど、これはですね製造だったりその製造した内容が隠されている状態で見えているスマートフォンだったりデバイスが映されています。っていうのも数年前に、その製造した具体的な内容が見えないように隠すことがちょっと流行りになりまして、なのででもクロックドデバイスとよく書いてあるのは iPhone だったり Android であることが多いです。However, the information below the name, such as the group of letters and numbers, that is called a MAC address, Media Access Control Address, which is an ID, hardware ID, or identification number of the hardware network interface of the device itself. And below that, there is a timestamp, time at which the last packet in the device was received, as well as some additional information such as probes, which often relates to, as Ben mentioned earlier, networks that the device was previously connected to. はい、今デバイス名の下に、F0、5C とか1924って書いてあるのが、マックアドレスと呼ばれる、Wi-Fi と、ネットワーク機器の、個別のハードウェアのアドレスがあってですね、そのアドレスが表示されています。でクロックドデバイスって先ほど説明があったものに関しては、近年初めの先ほどのマックアドレスの初めの3桁っていうのがベンダーコードと呼ばれていて、そのアップルの、製品だったら初めの14109F だったらアップルですよっていう決まりがあるんです。でそれを個人を特定しやすいためにポジティブな意味でアップルやアンドロイド、Google がですね個人の携帯の Mac アドレスをソフトウェアの方でランダマイズするっていう機能を
追加されて、それが今クロックドデバイスっていうふうに最近の新しい OS では対応しているので、そういう表示になってます。でそれ以外に、タイムスタンプが書いてあるのは最後に、その端末が、パケットを受け取った時刻ですということです。であとプルーブリクエストって呼んでたのが周囲にある、自分が自動で Wi-Fi を接続する機能のプロトコルの呼び方です。そういう接続方法の呼び方ですね。それをプルーブリクエストと言います。その機能を使って、現在こういうような表示をしています。Part of unattended connections output. In this case, the hardware ID of your phone is being used to query a public database called Wiggle, which is a database similar to what Android or iPhone devices are using for geolocation. In case of Android, the database is called Skyhook, which is basically an association between hardware address of an access point or of a wireless network and its geography. And so by listening to probe requests, by listening to what your phones are scanning for, what networks your phones are scanning for, we can actually assume their location in space, in this case in Yamaguchi. So for instance, if your home network is called Galaxy, like in this case, and you come here, your device continues to look for this Galaxy network, and an unattended emission system hears that probe request and then queries Wiggle database for the geography of that network within the current block or current geographic location, because of course there can be multiple Galaxy networks, right? If we would zoom out and look at entire geography of Japan, I'm sure there would be more Galaxy networks, but within local context, we only found 2, or potentially it's 2 requests for the same network, or 2 networks, maybe 2 same network with 2 repeaters, for instance, or. Yeah. 先ほど説明したそのプルーブリクエストっていうものが、周囲の、自分が過去につないだことがある Wi-Fi に自動接続するための機能なんですけれども、そちらの通信のデータを利用してその中に含まれているWi-Fi の名前ですね。Wi-Fi の名前を、Wiggle と呼ばれる、Wiggle.net というWi-Fi の名前と、Wi-Fi のWi-Fi を飛ばしているハードの、MAC アドレスと、あとはそういった Bluetooth とかもそうなんですけど、そういった情報と、地図上にどのロケーション GPS のどの位置にこういう名前の Wi-Fi が飛んでますよっていうのを、保存してあるサービスが Wiggle.net というサービスなんですけども、そこから、今この会場でその飛んでるプルーブリクエストから同じ名前のものを探して、ここが今 Ycam なんですけれども、でこの Ycam から半径 5キロ、もうちょっとですかね、10キロ内ぐらいのエリアの地図を表示して、この中の誰かがつないだことがある、アクセスポイントの名前が今出ている。はい、結構ドキドキしますね、これ。そうです。ただそれも多分皆さんあんまり見たことないかもしれない。そういう無線の電波っていうのは特に暗号化されているわけではなくて、見ようと思えばツールを使えば誰でも見れるような情報になってます。その情報を解析してこういった表示がされてます。はい。Do you have something to add? Well, I can only invite people to try it out and maybe turn Wi-Fi on and off on their device, which might help to force their phone to scan for networks. はい、近年どんどんセキュリティの方、プライバシー等の懸念も高まってまして、なるべくプルーブリクエストを飛ばさないようにするとか、そういった、企業の努力もあってですね、あまり多く飛ばないようになってきています。なので皆さんの携帯の Wi-Fi を今オンオフし
してみたりすると、そのタイミングでは周囲の Wi-Fi を探しに行くそのプルリクエストが飛ぶので、この中につないだことがあるものが Uyghur のデータベース上にあれば表示されるかもしれませんっていう。You mentioned that the Uyghur database also didn't have that much in Yamaguchi. Yes, Yes. So Uyghur データベースというサービス、また見ていただけたら分かると思うんですけど、その山口のデータはそんなに多くないです。で、これは誰でもが皆さんが上げれる情報になってまして、Uyghur はそれを管理していてオープンソースになっていて、誰もがその情報を上げれるし使うことができるというサービスになってます。ただ山口はあまりデータがないんです。都会だと東京とか福岡とかはもっと多いんですけど、はい、っていうのが補足です。目の前に参りました。早速なんですが、アーティストのお二人ご紹介させていただきます。ローレン・リー・マッカーシーさんとカイル・マクドナルドさんです。はい、よろしくお願いします。はい、ごめんなさい、先ほどご紹介が遅れたんですが、本日の通訳、宮内芽衣さんです。よろしくお願いします。はい、ではですね、今回、制作された作品について、お話をお伺いしていきたいんですが、アンラーニングランゲージ、どういう作品なのか、お二人の言葉でご説明いただけますか。Okay. So this piece is called Unlearning Language, and in it we're thinking about the ways that we communicate with each other and the ways that the technology around us can detect and analyze and archive that communication data. この作品はアンラーニングランゲージっていうんですけれども、人間同士のコミュニケーション、互いのコミュニケーションだったりで、それを取り巻く、周りにあるテクノロジーで、そのテクノロジーっていうのは常に分析をしていて、情報を集めているんですけれども、そういった環境の中にあるコミュニケーションについて考える作品になっています。We have the feeling that as the technology around us senses and detects us, we end up actually conforming ourselves to what it can detect. So we speak in a way that the cameras and the microphones can understand us. ですね、その私たちの周りにあるそのテクノロジーっていうものは、私たちの行動だったり言葉というものを検知していて、でそのマイク、カメラだったり、マイクっていうものを通じて私たちのことを理解しようとしているのではないかということを考えました。And so we wanted to make a piece that was about trying to do the opposite, to learn or remember how to communicate in ways that can't be detected and can't be understood by machines. なのでこの状況を逆さにとって考えてみることにして、でそのマシンが機械だったり、がテクノロジーっていうものが人間を理解できない状態っていうのは一体どういう時だろうということを考えました。So the piece is a performance in which you as the participants are the performers. でこの作品はパフォーマンス作品なんですけれども、実際に参加する皆さんがパフォーマーとなる作品です。And when you enter the performance space, you're placed in something like a living room of the future. で中に入りますと空間がありまして、そこが未来のリビングルームとなっています。And in this imagination of a living room, the AI that runs it in this smart space, rather than trying to detect you, is actually trying to teach you how to become undetectable. で中にいると、中ではその AI がそのリビングルームを、仕切っているんですけれども、で中ではその AI だったりが皆さんの行動だったり言葉っていうのを、検知するのではなく、検知するために AI がいるのではなく、皆さんを、その検知されない皆さんのコミュニケーションのあり方とは一体どういうものかっていうのを教えようとする空間になっています。And so the performance is about 30 minutes where you're with a group of 8 people, and you together are trying to navigate how to communicate with each other in a way that the machine can't detect. で中での経験っていうものは30分でして、で最大で8人一緒に体験することができます。で中ではその機械が検知できないコミュニケーションについてお互いに協力しながら探していく内容となっています。And so there's speech recognition and gesture recognition and expression recognition, and then the space is responding to you through light,
and through sound and through speech. ですね、中では、言語探知、言語解析だったり、あとは皆さんの身振りを解析するもの、あとは皆さんの表情を解析する、これらのマイクだったり、カメラがあるんですけれども、その皆さんからのアクションをもとに、そこから AI が、返答する形で照明だったり音響、で、皆さんにお返事をする内容です。And so it's our hope with the installation and the performance that you have an experience where perhaps you find ways of communicating that are not detectable to machines that break out of those patterns, but also maybe an opportunity to break out of your own normal patterns and communicate and express yourself in ways that sort of surprise you. で、中ではですね、インスタレーション、この中で体験できるその空間としての作品なんですけれども、ここではその機械が皆さんの、コミュニケーションを検知できないもの、AI が検知できないコミュニケーションというのを探すのと同時に、参加した皆さん一人一人が普段やっているいつも普通だと思っていたことだったり、普通の皆さんの通常気にならずに特にやっていたコミュニケーションの様式っていうものをちょっと殻を破るような体験になったら嬉しいです。There's also a prelude to this installation, which will be at tomorrow at 1, which is a one-act play for 4 performers, and it will tell the backstory from the perspective of the AI that decided to help humans become more human. でこの作品はですね、演劇の作品も含まれていて、明日1回だけ、13時よりあります。で、4人の俳優さん、パフォーマーの方がいまして、でこの、明日の1時から始まるパフォーマンスで見れるものっていうのは、このインスタレーションの背景の部分が、知ることができます。でっていうのが、その AI がなぜそういうふうに人間が、機械に検知されない、コミュニケーションを一緒に探そうと思ったのかっていう動機の部分を知ることができます。And I just wanted to say this piece started many years ago with Lauren and I thinking about this idea of AI interrupting human communication, but it really evolved a lot working directly with Ycam, and it's something that we originally imagined just happening in English, but it's happening in English or Japanese, and that kind of cross-cultural collaboration has been really important for helping the work evolve into a new place that's not just about English language, but it's about some more general idea of communication and human language. ですね、これが、Ycam、このプロジェクトっていうのは複数年、数年にわたって考えてきた、ローレンと私、カイルが、長い間考えてきたことなんですけれども、でその AI っていうものがその人間のコミュニケーションを、ジャンプするのではなく、そのナビゲートするっていうふうにあって、でそういうのは Ycam でやるっていうことがまた重要なこととなっています。というのも英語話者英語圏でそれを英語圏のみでやるのではなく、英語話者がいたり日本語話者がいるっていうところで複数の言語だったり文化があるっていう場所で、このプロジェクトについて新しい場所でやるっていうことが、そのコミュニケーションの本質を問うことにつながったと考えました。We'll leave it at that and let you experience the work. We're really excited to share it with you. ぜひ皆さんに体験して楽しんでもらいたいと思います。ありがとうございます。はい、ローレンさん、カイさん、ありがとうございます。ローレンさん、カイさん、ありがとうございました。